こんにちは。今回は無色転生第2期第18話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。1年かけて手紙が来て、そこから救援に向かうのが1年。厳しいな。これで言って大したことなかったら。魔法はあるけど通信手段は脆弱なんだな。割と文明は進んでいるが電話とかないし、伝達手段が手紙って弱りやな。魔法を使った方法、何かないかね。地球の裏側まで手紙出しても1ヶ月くらいで届くのに、この世界どんだけ広いんや。なんとか移動短縮できればな。出産を見届けられなくなっちゃった。エルフだから妊娠24ヶ月くらいあったりしない。テンスラだと300年妊娠してたやついるからな。主人公が言ったせいでお腹の子が死んで離婚する展開だな。で赤い髪の子と再婚するんだな。今回で漫画より話を追い越したな。絶対痛いやつ。両手がフリーなのに顔面から行くのはうんち。てか、リーシェルドを行かせればええやん。今どこにいるかわからんやん。ノルンかわいすぎんか。これ人神の予言通りいかなかったら、どういう風に運命変わってたんだろう。やっぱり助けに行った方が良かったんやん。ずっとモヤモヤしてたから、人神がごまかしてただけだと知ってすっきりしたわ。妹と入れ違いになるって言ってたじゃん。入れ違いになっても、それはそれでどうにかなりそうな気がする。金もあるし、のんきに学園生活やってる間、ずっとゼニスが気になってたから、話がやっと進んでくれた気分だわ。魔法大学に行かずにそのまま救出しに行ってればよかったって意味。ED は置いておいても、シルフィや魔法大学の面々と相手ないのはかなりの損失。ED については魔法大学に行かなくても治ってたと言われてる。人神のあの軽い祈りはうさんくさい詐欺師と同じ感じがする。あいつ絶対良いやつじゃない。何か企んでいる喋り方だな。つか人神2期になってから出てきてたっけ？全く覚えてないわ。2期というくくりなら前半クールに出てるやろ。2期の最初の方に魔法大学に入ると ED が治るとお告げしてくれる。助けに行ったら後悔するってことは、学園付近で何か起こってルーデウスがいたら助かるけど、家族か仲間の誰かが死ぬくらいのことになるの確定やんけ。そして前回学園に行かなかったら後悔するって言われてたから、最初から救出に行ってたとしても数年はかかって、シルフィには会えないまま終わって ED も治らなかったとかか。妹との和解は両親助けたら別に後でもできそうだし。そもそもルディは ED 治療のために学生やってたのに、ED 治ったらなぜゼニスを助けに行かなかったんや。そしてゼニスをほったらかしにしてる兄と何故のルンが和解できたんや。何度も言われてるけど、ゼニスはもう見つかって無事だと聞かされていたから助けに行くも何もない。ノルンがルーデウスを嫌っていたのは父親殴ってたからだけだもん。母親は物心ついてすぐくらいに別れたきりだからな。エリナリーゼが来てゼニスは見つかった。ターロが迎えに行ってると言ってる。ルーデウスの認識だと迎えに行けば連れて帰ってこれるという話でしかなかったんだが、ギースからの手紙で話が変わった。原因であるレリナリーゼが自分が責任取っていくから、ルーデウスは待ってろという経緯。人神の予言に逆らうって嫌な予感しかしないのだが、ノルンって結構エロいよな。ノルン一人では無理やろ。妹に泣かれたら行くしかない。マヨガがピンへ。ダンジョン入って5秒で死にそう。一人だけ母ちゃん帰ってこなくて親父もピンチとか、そりゃ泣きたくなるよねノルン。アイシャちゃんならともかくのルンちゃんは全体的に能力低いから旅するのが無理ゲー。てらい収総周辺かよ。迷わず行けよ。人神の意見なんて気にするな。行っても行かなくても後悔すんだよ。なら行くしかないじゃないか。やらない後悔よりやった後悔だな。やらない後悔は現状維持だけど、やって後悔はマイナスなんだよな。行ったら後悔するだけでなんかあるわけではないんか。最初から助けに行ってればよかったんじゃね。
最初は行く気だっただろう。それを止めたのが人神とエリナリーゼ。ってことは次回からまた超絶戦闘冒険単になるんかな。超絶打つ展開になったりしないよね。てかママンの居所割れてたの。それは1期の時点でロキシー先生が井口に聞いてただろう。迷宮にいると思われるところまでは割れてるはず。こっちには戻ってくるんだよね。もちろん帰ってきて家族で生活をする。そっからが大人神本番と社長オルステッドが話に本格的に絡み出す。やっぱ無職面白いな。来週からは鬼滅と被らないといいが。魔力災害みたいな強制イベントじゃなく、自分で判断を下さなきゃならんのが難しいな。今回のターニングポイント、これ違う選択肢だったらできない不小説とかは存在するん。リニアかプルセラとやっちゃうの見たいんだけど。人神の助言に背くんや。つまりリニプルトは親助けに行って帰ってからやるのかと思ったけど、やらないのか。これ予言に従ってリニプルと関係持ったらどうなってたんや。発情期外越できないからルギが悶々する。なんだ、ターニングポイントとか言うから一家丸ごと強制送還とかされんのかと身構えてたわ。ターニングポイント1と2ってどの場面だったっけ。2は学校行けだと思うけど。1は転移事件、2はオルステッド。1、転移事件。ルーデウスとエリスは魔大陸に飛ばされ、各々も各地に転移。七星が召喚される。2、竜神と七星と会合し、ルーデウス殺されて蘇生される。人神の演技良かったな。これまでもうさんくさかったけど、なんだかんだでアドバイスにより得たもの大きく失うものはないように見えるけど、大学は結果がこれまでとは異なるもんな。さんくささが加速した。懐いてる方の妹の声なんか好きだと思ったら、やが君の後輩ちゃんの人だった。どっちが可愛いかお前らならわかるよな。アイシャは血が可愛いからいいけど、ノレンスキはガチモンのロリコンだよな。ターニングポイントって言ってたから身構えてたけど、割と前向きな展開で少し安心した。まあこの選択がいいか悪いかは知らんけど。ターニングポイント3の真の意味を理解できるのは4の頃だから、今期では何だったかわからないまである。震えて待て、今回のターニングポイントは最後にガツンとくる。いや、今週も良かったな。原作も漫画も読み尽くして知ってるのに、手紙来たところで胸が震えたわ。人神にもルディにとってほしくない行動、選択肢があるかのように感じちゃうね。初めて人神の助言に逆らった行動をするルーデウス。これこそがルーデウスにとってのターニングポイントなんよな。子供ができたことでも手紙が来たことでもない。エンディングなしの無音でスタッフロールが出ながら、落ち着かないルーデウスが映される演出。本当に悩み入れてる感じがしててよい。しかし、ルーデウスがどっち選んでも説得力のある展開。世界観とキャラが立っているからこそだ。この作品すごいな。何を選べばいいか、いろいろなものをルディが手に入れた途端現れる人神。このうさんくささ、何を企んでいるかわからない、見え隠れする悪意。このキャラクターが人生の難しさを表現しているな。やっぱり好きだわ。ターニングポイント3。全ターニングポイントの中でルディが選んでる分一番ターニングポイント感がある。後のことを考えると、ここで行かなかった世界線も見てみたいわ。リニアとプルセナよね。次回からも楽しみでたまりませんね。あと今回もノルンが可愛い。家族のあり方を描いた上で、家族のことと母親のことの間で悩むルディを描く構成、うまいね。そしてノルンが母親を助けに行くと決断することへの背中を押す存在になるのも素晴らしい。幸せの絶頂にいるルディのもとに届いた一通の手紙。人神が解く後悔とは、なぜ浮気を進めるのか。それでもルディはゼニス救出へ立ち上がる。不安もあるが主人公としての気概にエールを送りたい。あと、アイシャのダメですか。はずるいだろ。シルフィの解任という嬉しい知らせで上がったテンションが、相変わらずイラッとする人神の登場でだだ下がるといる。まさにターニングポイントというサブタイにふさわしい、感情が迷子になる1話でした。ただ今回はルディが初めて助言に逆らう選択をしたので、今後の展開が興味深いです。そういうことか。
前半は和解した妹との生活に学園の仲間たちとの他愛のない会話、シルフとの間に新たな命が宿ったおめでた展開。後半からゼニス救出要請に、妻と子供と妹、母と父どちらを助けるか天秤にかけられ、親の救出を取ったけど、困難選べんて。ナロー系だからどうせチーレムだろうって思ってたんだけど、これほどまでに人間の弱さを描いた作品だったとは思わなかった。こんな見る人を選ぶ作品がよく評価されたな。一通の救援連絡によって誰にとってもターニングポイントになる構成すごい。幸せ絶頂になったのもつかの間、家族を救うために家族と離れる決断。支えてくれた者への感謝とともに自分もまた支える役目がある。思いを馳せる1話。シルフのおめでとうを聞いたとき、ルーデルスの未来史の2期目がアップになって、お腹にいる子供っていう未来に触れるのがいい演出だなって、似たような毎日の中で一歩一歩前に進みながら生きていく。後悔は避けられなくても家族のために一歩前に進む。面白いな。レガリット大陸に行くと後悔する選択、シルフィの妊娠と一通の手紙。この話と母の日は合わせていそうだね。今までと違う選択するターニングポイントは、ルディが大人の立場になったからこそ、後悔すると分かった上で行く家族揃う理想への道を尊重したい。幸せ、守るものができたという証。それを手放せるか否か。シルフ会議。4に対し、母の窮地、不幸でルーデウスに選択を迫る。どちらにせよ後悔を生む。その人神、運命のいけずさだな。すべては家族のために。その、長男だから俺が行くが刺さる。鮮やかなターニングポイント回。家族を紡ぐ決心を掲げるルーデウス。ルディがどちらの家族を選ぶか迷っていた時の一つの炎。それと対照的にルディが無双する。家族全員がいる最中に灯るいくつかの炎。ゼニス救出を経て、そんな温かさをぜひとも手に入れてもらいたい。生の瞬間を迎えるか、死の局面に挑むか。このターニングポイント3には、生と死そして家族というテーマが含まれているように感じた。これまでルディの幸せを描いていたからこその、絶望への急降下を見せつけられた1話。力を持った者の責任を見届けたい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。